というのが1週間前の出来事。俺も驚いたよね。まさかスクランブル交差点のライブ映像を見て泣くとは。これ全然ホームシックを感じてるつもりなかったんだけど、意外とね、心の奥底で故郷が恋しくなってたんだなと実感しました。せっかくなんでこれを機にですね、カルチャーショックについてちょっと大学までの道のりをちょっとご紹介しつつ話していけたらなと思ってます。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ここが途中のね、ちょっと毎回この橋を渡って大学まで行ってます。正直ね、そのカルチャーショックについて話す前に、パーソナリティな部分のところで話すと、僕イギリスと日本ってかなりパーソナリティ性格って似てるなと思ってて、それが留学をイギリスにした理由の一つでもあるんだけど、似てるとは言いつつもやっぱり国が違うわけで、カルチャーショックというものがあるわけですよ。僕がイギリスに来てまず一番最初に驚いたことっていうのが食器洗い。皆さん普通日本だとね、洗剤で食器洗って泡立てて、で水でリンスして、で乾かすじゃないですか。イギリスはですね、洗剤で洗いますよ。泡立てます。でリンスしないんですよ。水で流さない。これはショックだった。でもね、今となっては結構もう慣れました。でも時々ね、さすがにグラスとかなんかね洗剤の味がしちゃうかもってちょっと怖いものはさりげなく僕だけ水でリンスしてますわ。とか言ってる間にこの橋に着きました。このね、ナショナルレール、国鉄ですね。国鉄を渡る橋なんですけど、この橋をね渡るともう大学の敷地内になるんですよ。ここがアコモデーション。この辺もアコモデーションですね。大学のアコモデーションってこんな感じですよっていうのをちょっと探っていこうか。人の家なんであんまり映したくないけど、こんな感じ。これはあくまでも一部で、キャンパス内にめちゃくちゃアコモデーションあるんですよ。でキャンパスの外にもアコモデーションがある。マイナーパークっつって、敷地内のアコモデーションやっぱ高いです。大学の敷地内に入ったところでちょっとじゃあもう一つ話すと、2つ目はですね、要自分のことを話す。最初の挨拶がさ You're right とか How's it going とかって始まるじゃないですか。もう日本の場合ってさ、こんにちはとかで終わるじゃないですかもう挨拶の言葉から始まって、その How are you とか You're right とか、そっから始まる会話っていうのがすごくって、今日こういうことがあってね、ああいうことがあってね、昨日こういうことがあってねってめちゃくちゃ話すんですよ。だからなんか英語のレッスンとかでさ、自分の今日あったことを話すみたいなのあるじゃないですか。あれって結構役立つなって思いましたよ。自分今日何があったかとかを話せるようにしとかないと会話がストップしてしまう。僕はまだ未だに苦手です。自分の今日あったことを話すっていうのが。はい、ここがライブラリーになってて、時々僕も使います。すごい広くって、でここがサリーハイブ。ここは僕がよういるとこです。ここがネストっていうところで、新しくできたところで、すごいちょっとこんな感じになってます。はい、今ここはライブラリーの中のグループスタディルームです。はい、じゃあカルチャーショック3つ目、これが最後になるかな。2つ目の自分のことをよくしゃべるっていうのにちょっと関連するんですけど、かなり電話文化なのかな。すごい電話するんですよ。毎日のように誰かしらと電話してる。うちの同居人に関して言えば、電話してない日を僕は見たことがありません。人と喋るのが好きなのかな。国民性っていうよりもなんか人によるような気もするんだけど、僕の場合はかなりテキストで会話する方が好きなんで、実際聞いてみたんですよ。他の友達もそういう感じなのかっていうふうに。結構やっぱり電話で話す方が性に合ってるみたいですね。僕が感じた、今まで感じてきたカルチャーショックという部分で話すと3つなんで、他にもいろいろあるんですよ。なんで言わなかったかっていうと、それってカルチャーショックって一括りにできないなって思ったからなんですよ。確かにね、その食器のこととか洗剤をリンスしないとか、これは明らかにカルチャーショックだなとは思うんですけど、
電話とかさ、めちゃくちゃ自分のことをしゃべるとかいうのは、まあ確かにカルチャーもあるかもしれないけど、全員が全員そうじゃないっていうのがあると思っていて、一部は国民性かもしれないけど、一部はパーソナリティによるものだなっていうふうに思うんですよ。だからあんまりその国の違いとか文化の違いで一括りにするもんじゃねえなって僕の考えではあって、何か異国の地で違う国民性の人と衝突があった時に、これはカルチャーショックだからって簡単に一括りにしたくないんですよ。絶対そこにはその人個人の性格とか考えっていうのが絶対あって、カルチャーの違いだからもう分かり合えない、そこはしょうがないっていうふうに諦めたくないなっていうのはあります。でこれはすごいそのカルチャーショックっていうことだけじゃなくって、その最近アジアンヘイトとかブラック・ライブズ・マターとか、その人種差別っていうことがかなり世界的に話題になっているっていう中でも、僕のこの持論っていうのはすごく当てはまるなって思っていて、その人種差別に関わる僕の持論っていうのはまた他の動画で話したいなと思ってはいるんですけど、その人種差別っていうのが最近国際、前々からなんですけど、特に最近取り上げられてきて、いろんな YouTuber さんがそれに対して動画を上げてたんですけど、僕はずっと自分の中でいろいろそこ消化していて、僕の考えがだんだんまとまりつつあるんで、また他の動画でそこを話そうかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。もしですねこの動画が面白いなと思った人はぜひチャンネル登録といいねボタン、なんでいつも逆になるんだろうなチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。もうねついにチャンネル登録者数が100を超えました。ありがとうございます。そのほとんどが IELTS の動画を見てくれた人なのかな。もしその最近登録してくれた方で IELTS 関係の動画が見たい、英語関係の動画が見たいんですけど、こういう Vlog を別に求めてるわけじゃないんですけどっていう人がいたらぜひコメント欄にコメントください。もしそうだったらそっちの動画の方もどんどん上げていきたいなと思ってるんで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。